日本史源頼家の子供たち。源頼家は将軍の座を北条時政に追われ、幽閉された後に暗殺されている。だが頼家の子供たちも父親に負けず劣らず悲惨な最後を遂げている。源頼家の子供たちのその後を詳しく見ていこう。頼家には若狭局と辻殿、そして一本坊将官の娘との間に男の子4人と女の子1人の合計5人の子供がいたことが確認されている。その内訳は長男の一幡、次男の興行、三男の英実、四男の善行、そして長女の竹御所である。順にその生涯を見ていきたい。まず長男の一幡は頼家と比企能員の娘若狭局との間に1198年建久9年に生まれている。ちょうど源頼朝が逝去する前年であったが、若狭局は正室ではなかったようだが、比企一族が後ろ盾となっていたために一幡が嫡子になる公算が大きかった。そのため一幡の成長が北条時政を焦らせ、強行に走らせて比企一族を滅亡させることになる。さらに北条氏が頼家を廃して実朝を将軍に据えるきっかけとなったのである。比企の乱で母若狭局を失った6歳の一幡は女官に連れられて一時は逃れたが、北条氏によって見つけ出されて殺されている。次男の興行は1200年正治2年に辻殿を母として生まれ、乳母には三浦義村が選ばれている。1204年元久元年、頼家が北条時政に幽閉先の伊豆の修善寺で暗殺されると、北条政子は興行を引き取って養育している。さらに政子は北条家の内紛を避けるために興行を出家させて鶴岡八幡宮の別当に就任させるとともに、興行を将軍実朝の有志にしている。しかし実朝を親の敵だと信じた興行は1219年建保7年に実朝を鶴岡八幡宮で暗殺、自分も三浦義村の手勢に誅殺されている。三男の英実は1201年建仁元年に頼家と一本坊将官の娘との間に生まれたが、頼家が亡くなると尾張中塚佐野城に養育されている。だが御家人泉親衡が謀反を起こすために英実を担いだために政子に出家させられたが、英実は出家した時の名前である。ところが和田合戦に敗れた残党に再び担がれた英実は北条氏に敗れてわずか14歳で自害している。四男の善行も一本坊将官の娘を母として生まれたが、頼家の死とともに仁和寺へ出家させられている。しかし後鳥羽上皇との仲が険悪となった北条義時は二階堂行正の子息行光に命じて京都から善行を鎌倉へ引き戻そうとしている。そして将軍に担がれる危険性のある善行は北条氏によって1220年承久2年に京都の東山辺りで暗殺されたと言われている。
善行の母は頼家亡き後再婚して三浦義村の末弟義実に嫁いだ。義実は夫の頼家や我が子英実と善行を無残にも北条氏に殺された妻を憐れんだ。そして承久の乱では兄の三浦義村とはたもとを分かち、妻のために朝廷側の将軍として北条氏と戦って華々しく散ったという。唯一の娘である竹御所は1202年建仁2年に若狭の局を母として生まれた。しかし生まれてすぐに母を失い、父頼家も2年後には亡くなっている。竹御所は北条政子に引き取られ養育されている。1204年元久元年、将軍実朝は後鳥羽上皇の后の妹坊門信子と結婚。実朝は上皇と義兄弟となった。しかし年を重ねても実朝と信子の間に子供はできなかった。政子は竹御所を信子の養子にして後鳥羽上皇の王子を将軍に迎えて結婚させようと考え、上皇の承諾も得ている。ところが1219年承久元年に公暁が実朝を暗殺したため、政子の計画は遂行に帰した。結局鎌倉幕府はまだ2歳の三虎、後の九条頼経を将軍に迎えることになった。1221年に承久の乱が勃発。北条義時追討の院宣を下した後鳥羽上皇だが、関東の武士たちは再び朝廷の奴隷に戻ることは拒否して幕府軍として戦い勝利する。承久の乱の後、29歳となった竹御所は13歳の将軍九条頼経と結婚する。やがて竹御所は頼経の子供を1234年天福2年に出産するが、母子ともに死去した。竹御所の逝去で源頼朝と北条政子の子孫はすべて断絶する。不幸な星のもとに生まれた源頼家だが、子供たちもほぼすべてが同じように将軍家の血筋を引くというだけで不幸な人生を歩んだのである。